皆さんどうもこんにちは、しおりです。はい、ということでだいぶ間が空いてしまいましたが、トルコからジョージアに向かっている最中です。で、ジョージアとは何ぞって感じの方も多いと思うので説明するね。トルコからは2時間弱で着く国で、最もアジアに近いヨーロッパで、なんで今回行くことにしたかっていうと、もうとにかくワインが有名で、もうご飯も美味しいらしいという耳寄り情報をいただきまして、せっかくねトルコに行くならついでに行っちゃおうって食べに行った。お疲れ様でした。だからね、今回の旅はまだ見ぬ食を食らいに行くっていうのは毎度のこと。今回は大事なミッションもございます。それは指輪を見つけることっていうのも、私このトルコジョージアの旅でいつもしてる指輪を全部忘れてきちゃってね。で、なんかアクセサリーにはお守り的要素をもたらしてるってわかる？だから行きの電車で正直めちゃくちゃなんか泣いちゃって不安になっちゃったんです。でもそれをもう首都に LINE したら、向こうでいいのが見つかるかもよ、プロポーズされるかもだしとか言ってくれてね、そのマインドに何たる救われたことか。はい、絶対に指輪を見つけて帰るぞ、なんならプロポーズされるぞって意気込んでいます。さて、無事指輪は見つかるのでしょうか。ごご期待。着いた。ミルティ頑張れチョパ。いろいろもう忘れちゃった。ということで着きました。一人で何やってんだろう。はい、今からもう7時半過ぎちゃったから、とりあえずのジョージア料理を食べに行ってきます。楽しみっていうか楽しい。空港着いた時は寂しくてどうしようかと思っちゃったんだけど、はい、元気に行ってきます。行くぞ。そうね、今回の旅は結構長かったし、国境をまたいだりなどで、気が緩むと寂しくなったり、一人で何やってるんだろうってなる時もありましたが、そんなことは、この後の美味しすぎる料理でぶっ飛ぶこととなりますので、はい、ご覧ください。すごい。何ここ、素敵すぎない？ジョージア初っ端、とんでもなく素敵なお店に入りました。なんかここはもうパリかフランスかと言わんばかり、なんたる芸術性の高いお店なのでしょう。で、そんな店内でおしゃれにいただくのはジョージアオレンジワインとシュクメルリ。さあ行くぞ。シュクメルリっていうのは割と知ってる人も多いのではないかな。松屋が一時期シュクメルリを出したことで一躍有名になったものなんだけど、もうこれを食べに行ったと言っても過言ではなし。濃厚なクリームスープで鶏肉を煮込んだ料理なんですが、もうニンニクが致死量、多分これで5個は使ってるかなっていったところなんですけど、それでこのパンをね、このスープにつけていただくと、もはや脳天がぶっ飛ぶ。これでこのオレンジワインもめっちゃ美味しかったもんだから、はい、聞きました。皆さんここスクショタイム、エノテカで売ってたよ。これでこういう素晴らしい食体験をすると、もう面白いくらいに家族とか友達とか大切な人の顔が浮かぶのね。
したので、試着室で思い出したら本気の恋だと思うっていう有名なセリフがあるけど、一人旅のレストランで思い出したら本気の愛だと思うっていうセリフを生み出したんですが、どうでしょう。海外に一人で行くと本当に何者でもなくフラットに近い状態になれるからさ、そういう時に感謝することとか思い出す人たちって本当に大切なものだったりするよね。感謝します。うわー、頑張るジョバ、頑張るジョバ。すごい。かっこいい。ヒンカリ。はい、ということで翌日の朝と昼の間、何やら治安の悪そうなお店に来まして、ちょっと怖いねっていうのはまあ嘘で、ここはジョージアの伝統料理ヒンカリの専門店でございます。朝から赤ワイン、いただきます。はい、起きたての胃にワインをかち込むというね、海外だからできる技と言いましょうか。これでヒンカリが来ました。見てください、この威風堂々とした佇まい。すごい。ちょっともうどこから突っ込めばいいのかって感じなんだけど、とにかく簡単に言えば小籠包の親分、一番の特徴といったら手で食べるらしいです。穴を開けてスープを飲み干せば、ここヒンカリ専門店なもんで、もういろんな種類の味付け中身が選べたんだけど、店員さんにおすすめ聞いたら、やっぱり最初はオリジナルじゃないということで、牛と豚の合いひき肉とオニオン、そこにたっぷりのコリアンダーが入ったエスニック調の小籠包。あとね、これ一番上は持ち手として使うので食べないんだって。アイスバッグでいうここのとこね。とにかく皮が分厚すぎてもはやうどんだし、1種類5個ずつからしか注文ができないから、もうとにかく大勢で行ってヒンカリパーティーをしたくなりました。ごちそうさまです。1回目のデパートかな。かわいい。カメジャパー、これめちゃくちゃ見るよ。300円ぐらいで売ってる。ロビー屋にありがとうございます。すっごい油で、これまた未知の食べ物ロビー屋にを発見したので食べる、いただきますですけど、これ大きすぎてもはやフリスビーみたいになってる。なんか豆がびっしりで驚きなんだけど、豆のはずなのになんかレバーペーストみたいな味がするんだよね。でもこれがめちゃくちゃ私気に入っちゃって、パンはふかふかだし、この大きさで、頬張る感じがとても好き。ジョージアはどこまで行ってもパンが美味しかった。もうグルテンがダメとかそんなのはどうでもいい。小麦最高っていう気分です。グルテン骨董市に来た。はい、ここは毎日開催飲みの市アンティークショップみたいな感じで、いろいろ骨董品が売られているので、さあいざ指輪探しと参りましょう。トルコ人だったらね、死に物狂いでプロポーズしてくれると探して会えたかもだけど。シオリ very nice。ジャマン。I got it。
いっていうのはまあ冗談で、普通に自分の幸せは自分で買いましょう。いろいろね、アンティークショップとかで日本で売ったらもうめちゃくちゃ高く売れそうなものとか普通にゴロゴロしておりまして、さあ私は何を買ったでしょう。買えた。こうしてまた一つお守りとなりうるアクセサリーが増えました。実際これ500円なんだけど、もうどんなジュエリーより輝いてる。というわけでなんかバザール続きで今度は生鮮食品のバザール来ました。かぼちゃかわいい。でそこで見つけた得体の知れないもの買った。なんだろうこれ。いやこれめっちゃ面白かったな。もはやろうそく食べてるみたいじゃんね。中には糸でくくりつけられたナッツが入ってるんですけど、なんだろうこれ。ぶどうを固めたお菓子みたいな感じだったかな。なんだったかな。What's the name? Churchill. 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 Thank you. Madoroba. Churchill. 渋いかも。でここはもうめちゃくちゃジョージア料理ありとあらゆるものが揃っていて安かったのでおすすめです。私のように行き急いでる方はぜひ。最高でかー。でさもなくばアップルジュースに見えますが白ワインでございます。乾杯。多分これだって200円300円ぐらいで飲めた気がします。ありがたすぎるね。でこれはカルチョっていう伝統スープらしいんですけど、これもオアシスみたいに来ましたね。めちゃめちゃハーブ。ヤムヤムグー。牛肉を使ったすごくスパイスたっぷりのスープでちょっとスパイシーで、こんだけ大きなお肉が入って400円ぐらいだよ。飲みすぎちゃう。これはバドリジャーニっていう揚げナスの中にくるみペーストがこうくるっとなってるんですけど、やっぱりこっちの人たちってみんなペーストが好きだよね。よろしく頼む。ちょっとフムスっぽい雰囲気なんですけどくるみなのでこってりと脂質を感じる味わいでございましたが、まだまだここからでした。ちょっと待って、予想外の大きさ。すごいニンニクの匂い。うわー、ポテト。もう笑っちゃうぐらい大きく出てくるもんだからなんかサプライズかと思うんですけど、こんなのを食べるもんならマクドナルドの方が健康でしょうっていうね。この揚げたポテトと揚げたブロック肉、そこにふんだんのニンニクでね、シュクメルリもそうなんだけど全てパワー料理多めですが、なぜか太ってるジョージア人って少ないんだよね。なぜでしょう、教えてください。何もただいま。美味しいんだよ。なんか観光は大体しちゃった気がするんですけど、あとは明日パンのやつ食べるのとマグネットも買う。
食に全てを捧げたいと思います。よろしくお願いね。というわけで今日も京都でたくさん食べました。動画パンパンありがとう。また明日も食べます。それではじゃあもう無事ジョージアで指輪をゲットした私は以降速やかに未知の食を求めるだけの旅を続行。カロリーの渦の中に飲み込まれるようにしこたまに朝から飲んで食べてを繰り返しざるを得ない。いやはやこれは豚になると恐れおののくものの胃は突き進むばかり。程よいで旅を進行するも最後にはただならぬハプニングが。次回太るお楽しみにね。